まれたての小鹿のように滑ってますけど、こけちゃいました。皆さんこんにちは。DIY VTuber の東雲はつりです。皆さん、ウィンタースポーツはお好きでしょうか？はつりはね、スキーもスノーボードも結構好きなんですけど、忙しくってここ数年行けてなかったので、今回は久しぶりに山に行ってね、VTuber って雪山でも取れ高あるのかっていうのもやってみたいと思います。はつりは2年くらい前にクラウドファウンディングで買ったスノーフィートっていうショートスキーも試してみたいと思います。スキー場に着きました。見てください。この雪の壁。はつりは地元では奥伊吹スキー場とかによく行ってましたけど、こんなえげつない高さに積もってるの見たことないですよ。こんな雪深いところに自分の車で来るのは猫人生初ですね。まずはスノーボードからやっていきます。はつりは大学生の時にリサイクルショップでバイトしていたことがあるんですけど、その時にボード、ブーツ、パンツをシャワリで売ってもらって、他は壊れちゃったんですけど、ボードだけはずっと使っています。リサイクルショップ楽しかったな。はつりは家電コーナーの担当で、普通は捨てちゃうようなガラクタを商品化したりとか、修理したり、商品知識と家電の合わせ買いで結構売ってました。最初は全然興味なかったんですけど、食器のブランドとか、時計とか服のブランドとかにも詳しくなったし、売る値段の3割ぐらいで買い取るんですよね。それでも儲かる仕事ではないんですけど、何か物を見かけた時に、これはいくらで売れるから買い取るとしたらいくらかなで、相場感とかも身につきましたね。リア充じゃなくって、ブランドとかもともと興味なくっても、詳しくなったら良さが分かってくるし、人が身につけてるのを見て、ブライトリングじゃないですか。かっこいいですね。とか分かってもらえるだけでも嬉しいですからね。扱ってると実際かっこよさとか分かってくるんでね、貴重な体験でしたね。スノボーもね、リア充のスポーツじゃないですか。今回後輩を誘っていったんですけど、はつりさんに誘われてなかったら、リア充のスポーツに行きませんよって言われて笑っちゃいましたね。はつりも大学生の時にモテたくてスノボを始めたんですけど、でもやってみるとね、モテなくても楽しいですよね。考えてみてください。よく滑る板に足を拘束されて、雪山を滑り落ちるなんて正気じゃないですからね。やっぱりリア充の遊びですよ。でも不便をコントロールできるようになるのはやっぱり楽しいですね。さっきから延々歩いてるので、うすうす気がついていた方もいるかもしれませんけど、主観カメラだと下ばっかり撮ってて、撮れ高がほぼありませんでした。これはひどい。ちょっとだけ客観で撮ってもらった動画もありました。こっちは割といい感じに撮れているんじゃないでしょうか。次来た時は360度カメラで撮ってみたいですね。次はスノーフィートをやっていきましょう。2年前にクラウドファウンディングをやっていたショートスキーで、買ってみたけどやってないうちに2まで出てしまいました。見てください。この自由度の高そうな PV。ボードブーツでそのまま履けるんですけど、ボードブーツより歩きやすいし、雪質によっては片足でも滑れそうな感じです。スキーが短いから、普通の靴を履いてる時みたいにアクロバティックな動きもできるし、スキーというよりはスケートに近いものを目指してるみたいです。ボックスを寝ながら滑ったり、もうやりたい放題ですね。いよいよスノーフィートで滑っていきます。初めての板で降りるとき、緊張しますよね。こけちゃいました。結構滑りが悪くって、勢いがないとすぐつまずいちゃいますね。ワックスとかで滑りとかよくできるんでしょうか。生まれたての小鹿のように滑ってますけど、ボードを先にやっちゃったので足の持久力がなくなっちゃいました。
これは楽しいし、かなり滑るの楽ですね。スケートより歩きやすいし、すぐ滑れるしで、雪山を探検するならこれ使いたいですね。ちょっともう足がプルプルなので、技とかやるなら日を改めたい感じです。皆さん、いかがだったでしょうか？初りは久しぶりにボードができて楽しかったです。2年前に買った令和最新版樹脂チェーンを履いていったんですけど、帰りに1つ、2つとどんどん壊れていってですね、地獄のスキーが始まりそうになったので、ロードサービスを読んだんですけど、一つのタイヤに何個も巻くタイプのチェーンは巻くのが難しいので、買わない方がいいと思いました。後で調べたら3000円であんまり考えんと買ったやつを本番で使っちゃったみたいです。どんどんベルトが壊れていくんでね、ぐるっと巻いて外から絞るタイプがちゃんと付けやすそうなので、次樹脂チェーンを買うならこういうタイプかなって思います。あと帰って速攻でスタッドレスタイヤを買いました。今シーズンもう一回くらいは行きたいですね。今回面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、Twitter でコメントをいただけると励みになります。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。